皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは、数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。しばらく動画配信が途絶えていましたね。このところ、昨年6月から始めた個人事業の確定申告作業に追われていました。個人事業主には、青色申告という大きな節税対策の特権が与えられます。しかしこれには事業収入、給与所得などに対して複式簿記という帳簿作成が強いられます。今回の作業は私にとって初めての経験でしたので、新しい知識を入手しなければなりませんでした。そこで購入した数冊の関係書籍やインターネット上の関連記事から専門的知識の習得を図りました。最初は Excel 上で帳簿作成を試みましたが、うまくいかず、最終的に処理ソフトを購入し、データ入力することを決断しました。私はこれまでの研究で様々なソフトを使ってきましたので、今回購入したソフトも簡単に使いこなせるだろうと甘く考えていました。しかし、本ソフトには取扱説明書がなく、操作法の習得は会社のホームページ上の処理事例に頼らざるを得ませんでした。その後、入力データの合計が一致しなかったり、勘定科目の使い方がわからなかったりして、何日も手探りの状態が続きました。1月末になり、2月15日から始まる確定申告に間に合わないという危機感が強くなってきました。そこでソフト会社に一定の金額を支払って、電話とメールで質問することができるオプションを選択し、問題解決を図ることにしました。これにより、正しいと確信できる帳簿作成が可能になりました。しかし、それでも一つの問題を解決すると次の問題が生じ、何日も徹夜するなどして苦しみました。この苦労の結果として、2月の終わり頃までには、なんとか満足できる内容の帳簿を作成することができました。新しいことを理解するのはとても苦しい作業です。大きなストレスがかかります。私はこのような時、次のように考えることで気分を楽にすることにしています。1、私には他人が発想したことを自分で生み出すことができないかもしれない。でも内容を理解することはできるはずだ。同じ人間だから。このために私は同じことを何回も繰り返して理解しようと努めます。2、内容を理解することができれば新しい知識を身につけることができる。これにより私は成長することができる。なんと素晴らしいことか。経験はとても強力なツールとなります。私は今回の帳簿作成において久しぶりに大きな困難に立ち向かい、これを克服することができました。何度も同じ作業を繰り返してうまくいかない原因を考えることで多くの知識を得ることができました。これにより来年は短時間に作業を終えることができるでしょう。これから再び動画配信を精力的に行っていきます。どうか末永くよろしくお願いします。それでは次回の動画まで。皆さんごきげんよう。